こんにちは。今日はテスラモデル3のインバーターを分解します。モデル3についてようやく分解といったところです。テスラモデル3のインバーター、名古屋大学でパワーエレクトロニクスの研究をしている山本先生から毎度お借りしています。いつもありがとうございます。これがテスラモデル3のインバーターです。この上に本当は蓋がついてるんですけど、あらかじめ取ってあります。モデル3のインバーターは今まで分解してきたインバーターと違って構造がかなりシンプルです。ですので動画的にはあまり面白くないんですね、実は。まずそれぞれの部品についてざっくりと説明します。これが制御基板です。ここに制御部分があって、そしてここの部分がゲートドライブの基板。それだけですね。一応裏に電流センサーもついてます。ここに耐熱シートですかね。なんか繊維っぽいのでできてます。そしてこちらが絶縁シートだと。その下にフィルムキャパシターです。はい。フィルムキャパシターが取れました。フィルムキャパシターに熱伝導シートやグリストは特についていませんでした。そこまで発熱しないということでしょうか。ここに3層の出力のバスバーがあって、こちらに直流のバスバーがあると。これフィルムキャパシターのところにこういうふうに接続されるやつです。そしてパワー半導体がこの部分にあります。このパワー半導体がくっついているアルミの裏にはこのように冷却フィンがあります。ここ水冷です。もともとはこういうふうに蓋がついていて、こちらから水が入ると。そしてこちらから抜けていきます。中のこの冷却フィンの構造ですけど、このようになってます。この楕円形状のフィンが棒状で下から生えているような構造になっています。本当にこれだけですね。ものすごくシンプルです。それぞれの部品についてもう少しだけ詳しく見ていきます。まずフィルムキャパシターです。バッテリーの入力はプラスマイナスここに入ります。そしてフィルムキャパシターで閉括された後の出力がここです。フィルムキャパシターの出力は上下2段でプラスマイナスに分かれています。フィルムキャパシターは日コン製、定格電圧は 430V。メインの閉括用で550マイクロファラドと、あとなんか Y キャパシターとかですかね、0.68マイクロファラドが2つあります。ちょっと拡大します。フィルムキャパシターのバスバーで下から出ている部分が、まずこちらのパワー半導体のところに接続されると。で、それに加えてこちらの銅のバスバーがありますが、これが上にかぶせます。これで今、プラスマイナスが接続された状態です。今、出力には何もつながっていません。ちょうどここにいくつも端子が並んでいますが、これが出力です。それがどのようにして3層の出力になるか。こちらに3層出力のバスバーがありますが、こういう風になって、ちょうどこの部分で接続されます。ちょうどこの部分で接続されていくわけです。その端子の隣に何も接続されていない部分がありますが、これなんでついているのかちょっとわかんないですね。上にかぶさっているバスバーを取ります。でパワー半導体のところにこの銅のバスバーが溶接されて引き出しているわけですが、将来的にもし電流の容量が増えた時にすぐに、ここに溶接してここに引き出せるようになっているための、そのための端子かもしれません。横も同じですね。ここは接続されていますが、この奥の部分についてはどこにも接続されていません。これがフィルムキャパシターが出ている直流のバスバーの構造です。これは全体が映るように撮影した画像です。バスバーとパワー半導体は溶接で接続されています。これはネガティブ側のバスバー、表面に銅の配合量が記載されています。95.26% です。これは3層出力のバスバーです。同じように銅の配合量が書いてあります。95.14%。バスバーの使われる場所によって銅の配合量を変えています。こちらのパワー半導体について型番を調べても出てきませんが、ネットで調べる限りだと ST マイクロエレクトロニクス製の SiC MOSFET です。この SiC MOSFET の配置なんかももうほとんど教科書通りみたいな感じですね。ここにプラスがあって、でここが交流の出力だと。でそしてここがマイナス。そしてこのバスバーを伝って、元のところに戻っていくと。次に制御基板について見ていきます。3層出力のバスバーがこういう風に入っていきますが、こちらの部分に電流センサーがあります。電流は2層分しか見ていきません。最近のものだと3層分全て見ているものが多いんですけども、テスラモデル3は2層分の電流だけ見ています。原理的には3層全部なくても2層分でいけますからね。電流センサーのコアの部分を取り外すとこんな感じです。電流が通るところにおそらくですがホールセンサーと思われるものが2つあります。
この2つある電流センサーがコアの切れ込みがここに入っていますが、その部分にこういう風にすっぽりと収まるわけです。パワー半導体の冷却についてです。ここに2列パワー半導体並んでいますが、そのちょうど裏面を見ると、その位置に冷却フィンがあります。よく冷えるような配置にしています。で、ここら辺の冷却フィンがどうやってこちらの MOSFET の方にくっつけられているかとかは、日経クロステックとかの技術記事を読んでもらうとよくわかると思います。何でも銀焼結と呼ばれるものを使っていて、非常に熱伝導を高めていると、非常に効率よく冷却ができるような技術を使っているそうです。で、こちらの制御基板見てみると、なんか白いの2つありますけど、これ何でしょうっていう話ですね。これは多分温度センサーです。で、ここの温度センサーと対応する位置になんかいい具合に穴が開いてるんですね、ここ。で、バスバーを取りましたが、この部分にくぼみがあります。で、こちらのくぼみに先ほどのセンサーを入れて温度を測定するわけです。で、センサー2つなんですけど、もう1つこちらにも取り付けられるようになっています。というかあれですね、センサー取り外した後ですね。ここにくぼみ1つ目があって、で、もう1つがあると。そしてもう1つがこの部分にあります。ここに熱伝導シリコーンが入っていますが、その部分にどうやら温度センサーが一緒に上から埋め込まれていたようです。これが多分温度センサー本体です。絶縁シートと多分耐熱シートがあって、その上からこのように制御基板がかぶさるわけです。ここがゲートドライブの回路で、ゲートドライブの IC が全部で6個あります。IC 類は全てコーティングされていて、カメラですと型番はかなり読みにくいです。ちなみにこちらのゲートドライブ IC もパワー半導体と同様 ST マイクロエレクトロニクス製です。こちらのゲートドライブ IC で SiC MOSFET4 つをスイッチングするわけですが、当然こちらの出力だけでは十分なゲートドライブというのはできません。ですので、こちらにさらにバッファーを入れてゲートドライブしています。で、これが下側のアーム、これが上側のアームといったところです。ちゃんと書いてありますね。ローサイドとハイサイドのアームをそれぞれ駆動しています。こちらにもハイ、ローというふうに書いてありました。こちらの基板真ん中の抵抗は何かというと、これはフィルムキャパシターの放電用の抵抗です。そしてそのすぐ左にあるのは、これはインバーターを制御するマイコンです。テキサスインストゥルメンツ製です。皆さんこちらの基板の形を見て何か思いませんか？そうなんです。こちらはですね、アメリカ合衆国の形をしています。プリント基板です。で、プリント基板の形を USA の形に合わせる必要ってのは、全くないとは思うんですね。で、それどころか基板の形をアメリカの形にしてしまうと、設計の自由度が一つ減ることになります。ですけども、何かそういった遊び心といいますか、そういったものをテスラの開発陣というのは持っていて、それをですね、実際にやってしまって、そしてそれをさらに製品にしてしまうっていうのが、なかなかすごいところではあります。というわけでテスラモデル3のインバーターを分解してみました。構造としては SiC MOSFET の冷却フィンの部分以外はかなりシンプルな作りをしています。シンプル is best っていう言葉がありますけども、それを体現しているようなインバーターです。今後も電気自動車のインバーターであったり、あとは充電器の DC-DC コンバーターも分解していきたいと思っています。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。